方向で、あれ、磁力と電流はどっちがどっちだったのだ？あら、ずんだもん。フレミングの右手の法則ね。親指が導体の動く方向、人差し指が磁界の方向、中指が電流の方向よ。と簡単な九段のツンメタンの解説コーナーなのだ。右手の法則って難しいのだ。でもどうしてわざわざ手を使うのだ？実は科学者や技術者たちも同じように右手を使って世界を知ろうとしているのよ。今日は右手の法則体操第一を通して、その涙ぐましい理由と手と世界の深いつながりを解説するわ。さあ、始めるわよ。あのツールとそのツールは中指が上。でもこのツールは人差し指が上。統一してくれと些細な願いを。阻む非互換、各ツールの歴史。入れ替わる順番、反転する軸。そして今日も右手と格闘。非互換とか、なんかいろいろ専門的な話をしてるみたいなんだけど、どういう意味なのだ？すごくややこしそうなのだ。難しく聞こえるかもしれないけど、要するに使うツールによって上下や前後の基準がバラバラってことよ。これは主に 3DCG の世界のお話ね。地面のような平面を基準にして高さを中指で表すか、壁のような立面を基準にして高さを人差し指で表すか。実はどちらも人間の直感に根ざしているから、結果として両方の座標系が使い分けられているの。どっちかに統一してほしいのだ。実際に 3DCG の技術者たちもどっちかに統一してくれと同じことを思っていて、この曲はそんな彼らのあるあるの嘆きをそのまま歌詞に盛り込んでいるのよ。特に大変なのは両方の座標系を混ぜて使う時なの。例えば片方のツールで作った部品を別のツールのデータを使って組み立てようとすると、指の順番が入れ替わったり方向が逆転したりで大混乱するわ。科学者や技術者の右手の法則体操は不可避。見えるは異なる次元の法則が衝突し、空間が歪む様が、我ら真理を追求せし魔導士たちは、右手という名の古き羅針盤を頼りに、この非互換という名の混沌の迷宮を生き抜かねばならない運命なのよ。またメタンの中二病妄想が爆発してるのだ。要するに、頭の中だけじゃわからなくなるから、技術者はモニターの前で自分の手を使って格闘するしかないってことなのだ。両手でピースを作ってみたり、4本指で回転確かめたり、ついにはペンを追加したり。今度は両手を使ったり、ペンを持ったりしてるのだ。体操がどんどん複雑になっていくのだ。これはね、科学、特に有機化学の世界のお話よ。分子の中には右手と左手のように鏡合わせだけど絶対に重ならない右手型と左手型があるの。右手と左手、手袋みたいなものなのだ。そう、例えばメタンのような中心から4つの方向に枝分かれした立体的な分子構造を考えてみて。こういう形って片手だけじゃイメージしにくいし、すごく扱いにくいのよね。メタンがメタンの話してるの面白いのだ。でも確かにこれは片手で表現するのが難しそうなのだ。そこでこの体操の出番よ。複雑な立体構造や位置を確定させるためにいくつか表現の方法があって、両手でピースを作って組み合わせ分子の形を真似るというのが一つ目ね。そして片手で表現したいときは次の4本指で回転確かめるという方法ね。この方法ではまず親指を一つの軸の方向に合わせてピシッと立てる。次に他の3つの原子の場所に1、2、3と番号を割り当てるの。その1、2、3の順番をたどるように残り4本の指が巻く方向を見て分子の回転の方向を確かめるのよ。なるほど、指の巻き方で回転がわかるのだね。それでも足りないときはついにはペンを追加して軸をイメージしたりするの。手に触れられない小さな分子の形を自分の手を使って理解しようとしてるのだね。その通り、手に触れられるイラストの左右を確認するだけでなく、目に見えない架空の 3DCG 空間や
ミクロな分子の世界を理解するために、私たちの物理的な手の感覚がどうしても必要なのよ。親指を右側に、人差し指を下に向けて、中指が指す方向が求める答え。この世界と結ぶ握手。最後は世界と結ぶ握手で終わるのだ。なんだか壮大なのだ。曲の最初の方では少し歌詞が違って、親指を下側に、人差し指を右に向けて、だったわよね。曲の画像を見ている人はわかると思うけれど、最初のポーズだと中指の指す方向。つまり最初の答えは、手前を指しているの。そして最後のポーズだと、最後の答えは、奥を指しているのよ。あれ、ということはひょっとして答えは私と世界で、だから握手ってこと？その通りね。私と世界とをつなぐて。実はこの曲のメロディーの原曲である Give Me Your Hand は17世紀のある作曲家が人と仲直りするために作ったと言われているわ。仲直りの曲だったのだ。世界の難解さ、つまり複雑な座標や分子の構造に疲れた技術者たちが、それでもこの世界を理解しようとそっと手を差し出す。それがこの体操の真の姿よ。なんだか感動的なのだ。今日のまとめなのだ。科学者や技術者が右手を回転させたり変な姿勢になったりするのは 3DCG や科学など見えない世界を理解するためには手の感覚が不可避だからなのだ。ええ。そしてその手は複雑で難解なこの世界を理解し、つながろうとするための希望の握手でもあるのよ。それにしてもこれ第一ってことは第二もあるのか？ふふ。第2体操はこの動画を見ている視聴者のみんなが世界を理解しようとするその試みの中にあるわ。なるほど。これからも体を使った世界の理解の営みは続いていくのだね。最後まで見てくれてありがとうなのだ。この動画が面白かったらチャンネル登録と高評価をお願いするのだ。チャンネル登録すれば、あなたの右手にも世界の真理に触れる封印されし力が宿るかもしれないわよ。コメントも待ってるわ。次回は古代エジプトの神に関する曲なのだ。で、それ科学に関係あるの？ふふ。もちろんあるわ。どんな関係があるのかお楽しみにね。バイバイ。